場で売ってたりしますね。忘れ物した人用にこういうウィッグネットとか、なんか簡単なコスメとか、あとはネクタイとか売ってたりします。私はワイシャツを、学生キャラのコスプレをするのにワイシャツを忘れてコンビニで買ったことがありますはい、そんなこともありました。それ以来スマホのメモ帳にチェックリストを作って忘れないように頑張ってます。はい、じゃあウィッグネットつけたら次はカラコンかな。自分が今持ってるカラコン全部持ってきたんですけど、こんな感じ。
に見せたりとかやってます。まあまあ私は普段から明るめの色のクリームパンテを使ってるので、そんなに別に元々の色でも構わないんですけど、この子は特に色白なイメージがあるなっていうキャラと、特に女の子ですねとかはこれ白いの使ったりしてます。あとは髪色が明るいキャラ、私結構髪が水色の子とかピンクの子とかやるんですけど、そういうパステルカラーの髪の子は肌色が白くないと合わないかなというふうに思ってこれを使ったりしてますね。はい、クリームファンデでした。次は何を紹介しようかな。次は何じゃ白くする系ということで、もう一個こちらワンデーブライトなボディフェイス用ローションということで、こちらは主に首とか手とかに塗るものですね。こういうファンデーションで顔を白くしたら首とか手も白くないとおかしいので、これで白くしますね。これはちょっと使ってみようか。いっぱい入ってるかな。今の私の手の色がこれなんですけど、ここに出すとこういう感じで、かなりちょっと分かりづらいな。こんな感じ。こっちと比べて白くなったの分かりますか？こんな感じで肌のトーンを明るくするために、顔以外ですね、首とか手とかに使うのがこれです。顔に多分塗ってもいいんだよ。フェイス用ローションだからこれを顔に塗ってもいいんだと思うんですけど、私は首や手に使ってますね。はい。次は何かな。眉毛いきましょうか。眉毛でじゃあ眉毛地職人ということで、これはコンシーラーみたいなもんなんですけど、眉毛を潰すために使うものですね。私はあんまりうまく使えないんですけど、特に男の子キャラとかをやるときに、男の子って目と眉毛の距離が近くてキリッとした顔の子がいるじゃないですか。そういう時に自分の元の眉毛の位置だと高すぎる、目と離れすぎているので、この眉毛職人で眉毛を潰して新し
ちらはキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ03番とキャンメイクシルキースフレアイズマットタイプ M04 という2つのアイシャドウです。こっちが茶色系でこっちがピンク系、どっちもマットですね。なんかコスプレではキラキラしてないマット系のアイシャドウがマストって聞いてコスプレ始めたての頃に買ったやつがこれですね。普通に普段のメイクでも使ったりはするんですけど、これはベースこの辺をベースに使うのと、また男装用ですね。男の子キャラをやるときは茶色とかこういうオレンジ系で求めた方がいいっていう。で女の子キャラのときは思いっきりピンクにしますという感じで使い分けてますね。アイシャドウでした。はい、でピンクのアイシャドウが出てきたところでこちらを紹介したいんですけど、こちらはセザンヌのナチュラルチーク N01 番というめちゃめちゃピンクな色のチークですね。パウダーチークです。これはなんかコスプレイヤーさんの写真を見てたら目の周りがすごいピンクな人が多いんですよ。でアイシャドウでいくらやってもそういう風にならないので、なんか調べたらみんなチークを目の周りに塗ってるらしいっていうのを知って、このめちゃめちゃピンクなパウダーチークを買ってこれを目の周りにバサバサ塗ってますね。やっぱりコスプレのメイクって加工アプリのカメラで撮ったりするのでかなり光飛びしちゃうんですよね。こうライト当てたりとかもするし、ということで光飛びしちゃうので結構濃いめにメイクしないといけなくて、アイシャドウだけだと足りないのでこれで目の周りとかほっぺたもこれでやりますけど、ピンクにして いますね。やっぱピンクにすると可愛らしさが出るというかね、女の子、ごめんなさい、声が女の子感が出ていいですね。これは本当にもう上まぶたにも下まぶたにもバサバサつけてピンクにしてます。はい、パウダーチークでした。あともうちょっとだね。あとは順番的には何だろう。これかな。関係が3つあるんですけど、紹介していきますね。まずはこちら、デジャビューダスティングファインリキッドショートアイライナーブラックブラウンということで、こんな感じのすごく細いリキッドのアイライナーですね。これは下まつげを描くのに使ってます。結構コスプレで下まつげっていうのが大事で、下まつげがあると結構目の際じゃなくて目よりもオーバーめな感じで下まつげを描いて、最近地雷系メイクとかでもそういう子いますけど、そういう感じで目を大きく見せるためにお腹になっちゃった。その目じゃないところ、目よりも下の位置に下まつげを描いて目を大きく見せるっていうメイクが、結構主流ですね。で下まつげにつけまを貼るっていう人もいるんですけど、私はつけまを貼るのがちょっと下手なのでこれで描いてます。下まつげは描く人もいるし貼る人もいるし、ど
さしたやつつけないとなんかまつげ見えないし、かといってバサバサすぎると変だしっていうことでなかなか難しいんですけど、私はコスプレ用とかも結構買ってるんですけど、ギャルがつける用のつけま束感があるやつの方がいいっていうのを聞いて、そのうち買おうとは思ってるんですけど、つけまって意外と高いので、意外と1500円とかするのでまあそのうち余裕があったらって思ってます。じゃあさっき紹介しそびれたこちらペン系のやつですね。上がこれドンキで買ったやつなんで、ドンキで500円ぐらいで買った色ミッケカラーリキッドアイライナー08っていう、これ茶色のアイライナーですね。でこっちがケイトのダブルラインエキスパート極薄ブラウンという薄いこういう感じのすごく薄い色のアイライナーです。これは2本セットで使うんですけど、何に使うかっていうと、ダブルラインって言って二重の線を描くのに使います。私は奥二重で二重がね普段見えないので、このこれで薄い方で下書きをして、この茶色が濃い方で本番書きをするというかなぞる感じで二重の線を描いてます。結構このダブルラインを描くっていうのはコスプレの流行りと言いますか、よくあるメイクなんですね。二重がもともとある人もそれを強調するためにダブルライン引いたりするらしいです。で、アイプチとかしてもいいんですけど、私はまぶたが重たすぎてアイプチしても途中で剥がれてきちゃうっていうのを経験したので、もうアイプチはやってなくて、もうただ描くだけやってます。描いた方がね綺麗にできるので自分はいいかなと思ってます。結構このケイトのダブルラインエキスパートは本当にダブルラインを描くためだけに売られてる商品なので、しかもケイトっていうね大手のメーカーねなので、もう今はもうギャルとかね地雷系の子とかも二重の線描いたりしてるの見たことあるから、結構コスプレだけじゃなくてメイクの流行りなのかもしれないですね、ダブルラインは。多分他のところからもダブルライン用のコスメ出ると思います。私はコスプレで写真に写るようにこの茶色の濃いやつで上書きするんですけど、多分普段のメイクで使ったらこの薄いやつだけでいいと思います。私はコスプレ用でこれで描いてます。はい、やっぱコスプレね白飛びしちゃうのでね、いろいろなので強めにこれで描いてます。はい、じゃあアイライナー2本でした。次多分最後ですね。これちょっと買ったばっかりでまだ使ってないんですけど、アイムミミデュアルフェイスカラー、シェーディングとハイライターがこう2本になってるやつですね。これを手に出してみようか。こんな感じの可愛いクレヨンみたいになってて、シェーディングがこんな感じ。ハイライトがこのシェーディングの上ですね。ちょっと見えるかな、よく見えないけど、こんな感じになってます。これはコスプレ友達に教えてもらったコスメで、韓国コスメかな、メイドインコリアって書いてある。これはなんかコスプレの時ってシェーディングを結構ね普段のメイクよりもがっつりやるんですけど、輪郭だったり鼻筋だったりにがっつりやるんですけど、なかなかよくあるパウダータイプのやつ、私はセザンヌをよく使ってたんですけど、セザンヌのシェーディングもすごくいいんですけど、普段使いにはいいんですけど、パウダーのシェーディングってなかなかその写真に写ってはっきり分かるほど影がつかないんですよ。でシェーディング困ってるって話したら、私これ使ってるよって教えてくれたので同じの買いました。ちょっと買ったばっかりで、これ買ってからまだコスプレしてないので分かんないんですけど、ちょっと今週末ちょうどコスプレの予定があるので使ってみようと思ってます。結構コスプレの時は鼻筋
筋私は結構団子鼻っていうほどではないんですけど、鼻筋があんまり綺麗じゃなくて丸っこい鼻をしてるので、鼻の頭にハイライト入れて、で鼻の頭の下のところに三角にシェーディング入れてとか、鼻筋もシュッとさせてとかやってますね。はい、なのでこれはこんな感じでかなりはっきり影がつくので、シェーディングパウダーだとここまでは色つかないので、これはかなり全力になってくれるんじゃないかなと思ってます。はい、ではこんな感じで紹介してきましたけど、いかがでしたでしょうか。なんかコスプレメイクのことちょっとでも分かってもらえたかな。ちょっとね、私が顔出しをねしないので、実際に顔でやってみせることができなくて申し訳ないんですけど、コスプレメイクで YouTube やってる YouTuber さんもいっぱいいるので、もしこれで興味が出たら、そういうコスプレメイク動画、版顔メイクとかもやってる方いるので、よかったら興味あれば見てみてください。全然私よりも上手い人がねいっぱいいるので、そういうの見てもらえたら面白いかなと思います。 Thank you for watching this video. I hope you enjoy this video.